本日お話しする内容は、不安で眠れないとお悩みのあなた。そんなあなたに見ていただきたい内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。はい、こんにちは。野村整骨院長の野村明夫です。本日は不安で眠れない、この不安体質を改善していただくという方法をお話しします。ではまずその不安体質とは何かですね。なぜ不安になって眠れなくなるのか。それはもう一言で言うと、自律神経の幅が狭くなっているからです。これを私は不安体質と呼んでるんですけども、どういうことかと言いますと、自律神経というのは体の機能を自動的に調節してくれている神経のシステムなんですけども、そのシステムの中に交感神経と副交感神経の2種類あるわけですね。で、この交感神経というのは体をアクティブにする方、起きている時ですね。通常起きて活動している時に働く神経を交感神経と言います。そしてリラックスしたり休んだりする時ですね、その時に働く方を副交感神経と言います。で、この交感神経が働く時はきっちり働いて、そして副交感神経はその時休んでいる。で、反対に副交感神経が働く時は交感神経がきっちり働いて、そして交感神経はその時は休む。そのようになっているとお互いのバランスが取れて自律神経が整っているという状態になるんですけども、この幅がですね、ちょっと手で書いて説明しますね。真ん中にこの中立の状態があるとしますね。そして交感神経が働いて、そして副交感神経が働く。で、交感神経が働いて副交感神経が働くというふうに、アクティブの時とリラックスの時というふうに分かれているのが理想なんですけども、こっちが交感神経ですね。そしてこっちが副交感神経で、このように交感神経が働いて副交感神経が働いてってなってればいいんですけども、ただこの幅がですね、幅が狭くなってくるというのは非常に良くないんですね。交感神経が働く時はドーンと働いて、で副交感神経が働く時もドーンと働く。この幅が重要になってくるんですね。そして不安体質の人っていうのはこの幅が非常に狭くなってるんですね。ですので不安体質を改善してですね、不安なくぐっすり眠っていただくためには、まず常日頃ですね、日常起きている時にこの幅を広げるようにしていただきたい。そうしていただくことで夜ですね、不安に陥らずぐっすりと眠るようになれる。それを目指していますね。まずは本日はね、その土台作りというべきものをしていただきたい。で、じゃあこの幅を広げるのにどうしたらいいかなんですけども、この交感神経を広げる方ですけども、それは基本運動なんですね。運動で、ただこれ激しい運動じゃなくて適度な運動がいいんですね。ですのでおすすめは朝起きて散歩ですね。15分から20分ぐらいでいいので、朝起きて15分から20分、長くても30分でいいので、朝忙しいと思いますけども、この朝起きて運動も朝が難しいようでしたら昼間です。できれば日中ですね、お日さんが出てる時にしていただいた方がいいので。そして今度はこの副交感神経の幅を広げるっていうのは何していただきたいかっていうとですね、泣いていただくのが一番いいんです。涙を流すっていうことです。なんじゃそれと思われたかもしれないんですけども、これ実はね、交感神経と副交感神経に対応する感情というのがあるんですね。交感神経は基本怒りなんですね。ここは怒り。そして副交感神経に対応する感情というのは悲しみで、この真ん中あたり、この幅が狭くなるとなぜ不安になるかっていうと、ここがね、不安なんですよ。対応する感情ですので、この幅が狭くなってくると不安を感じやすい体質になってしまうんですね。で、この交感神経を広げる時には運動していただいて、副交感神経を広げる時には悲しみ、涙を流すっていう行為をしていただくのが一番いいですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、悲しい物語とか涙を流せる物語とか涙を流せる映画とか、そういうものを見てできれば号泣してもらいたいですね。号泣、もうおえつが出るぐらい泣いていただくのが非常にいいです。感動する映画とかで泣いてもらうのもいいんですよ。それを見てですね、できれば週に1回涙を流す。
そういう映画とか物語を呼び水にして、そこからわざと、意図的に涙を流してもらうっていう方法もありです。自律神経っていうのは、それがね、真実か嘘かっていうよりも、その体の行為自体が重要になってきますので、まとめますと、不安体質の方っていうのは、この交感神経と副交感神経の幅が狭くなってるんですね。ですので、その幅を広げていただくためにですね、交感神経の幅を広げるのは運動ですね。で、副交感神経の幅を広げるのは悲しみ、涙を流すということをしていただければいいと思います。はい。そうすることで不安体質を改善していただく。まずはこの土台作りですね。この自律神経を整えていただくという土台作りからしていただいて、そしてこの後ですね、次回の動画でそのさらに、じゃあその後どうするのか、その後どうするのかという話をしていきますので、はい。ね、3分。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。また、この動画が役に立ったと感じていただけましたら、高評価ボタン、グッドボタンをですね、押していただければ嬉しく思います。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。